皆さんこんにちは。私は人が育つ教え方を研究しています。個人の能力を最大限に引き出す方法を考えて、その方法を教えるのが大好きなんです。こんな私をある人が教え方研究家と呼んでくれました。個人的にはその呼び方をとっても気に入っています。どんなことを教えてきたかっていうと、例えば初心者をスカイスポーツの大会でいきなり優勝させたり、企業で自ら動ける人材を育成したり、最近では英語の発音矯正をしたりしています。今日は私がどうやって人が育つ教え方にたどり着いたのか、そのルーツについて話をしたいと思います。皆さんはハンググライダーというのをご存知ですか？三角形の翼で人がぶら下がって空を飛ぶものです。翼の端から端まで約10メートルで、翼の下には三角形のコントロールバーというものがあり、それを軽く握って機体をコントロールします。で、ちなみにこれがハンググライダーのコントロールバーです。ちょっと持ってみましょうか。実は私はこのハンググライダーの元日本チャンピオンなんです。でももともと私は運動音痴で体力もなく、子供の頃から何一つ人並みにできたことがありませんでした。そんな私を変えてくれたのがハンググライダーだったんです。16歳の時、私はハンググライダーを始めました。で、ハンググライダーの難しいところというのは、例えばほんの少し右手を握りすぎるだけで右に飛んでいってしまうところです。私も練習を始めた頃、よく練習場横の草むらに突っ込んだりしてましたある時先輩がこう言ったんです。手を離しても飛ぶんだ、力を入れるなって。私は思い切って両手を離してみました。そうしたらなんととっても安定して飛んだんです。それをきっかけに私は手の力を抜いて空を飛ぶコツをつかみました。私にとって初めてできたスポーツがハンググライダーだったんです。私は私自身に自信をつけてくれたこのハンググライダーを極めてみたいと思いました。19歳の時、一人でオーストラリアに渡り、なんと幸運にも世界チャンピオンに弟子入りするように成功しました。でもそこは私にとって必死に生き残るっていう言葉がぴったりな環境でした。浜辺でトーイングっていうんですが、たこ揚げのようにハンググライダーをモーターボートで引っ張って飛んだ時の話です。浜辺ですから水着を着て裸足でヘルメットもかぶらずハンググライダーを構えます。で、機体にはこんなアルミパイプがついていて、その先にステンレスの金具があって、そこにロープを取り付けます。で、こうやって準備ができると足で合図をするんですね。足で合図をすると今度はモーターボートが水しぶきを上げながら爆走してきます。で、目の前にはそのロープが S 字を描いてこうやって置いてあって、モーターボートが進むにつれてシャン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 バーンってあって、ロケットの上にドカーンって上がっていくんです。その瞬間です。しかも初めて飛んだ時です。ロープがバーンって張った瞬間にアルミパイプの先の金具が引っ張られてガンって当たって、おでこがカパッて開いて血がピューって飛び出したんです。で、そのまま高度100メーターまで一気にグワーって上がってきました。ちなみにそのモーターボートを運転していたのが世界チャンピオンのお父さんなんです。彼は飛び出す前、私にこんなアドバイスをしてくれました。いいか、ここは入り江だからサメはいないけどたまに迷い込んでくるから必ず浜辺に降りろよって言われたんです。私は血がピューッと出ながら
ロープを切り離し必死にコントロールして、そして飛び立った場所にふわりと着陸しました。って感じですよね。日本だったらどうですかね。もし血がピューッと出ながら降りてきたら、大丈夫かってみんな寄ってきて大騒ぎになりますよね。ところが私がふわりと着陸すると、すでにそのモーターボートは水しぶきを上げながら走っていて、着陸した途端ロープをカチャってつけられて、次の瞬間またドカーンって飛ばされたんです。結局そのまま3回続けて飛ばされました。3回も飛んでると血も乾いてきて止まるんですね。でしかも2回目からはガンって当たったの分かってますから、今度は金具がふっとよけて、そういうコツも覚えました。で着陸をすると、そのお父さんが嬉しそうな顔で寄ってきてこう言ったんです。よくやった。いいか、腕が折れようが足が折れようがコントロールは絶対に失ってはいけないって言ったんです。ここで重要なことは、最後の最後まで自分の意思でコントロールをし続けることなんです。もしコントロールを途中で諦めてしまったら、その時点で墜落してしまうんです。実は彼はハンググライダーのパイオニアで、文字通り命がけで歴史を築いてきた人なんです。彼にとっては血を流すことは些細なことだったんです。でそんな彼に育てられた世界チャンピオンも、サメのいる海で6歳の頃から飛ばされたそうです。私にとっても必死に生き残るという毎日だったんですね。もう一つ言葉の問題もありました。ハンググライダーのテイクオフっていうのは大抵山の上にあるんですね。そうすると、例えば飛び出す瞬間に誰かが私の翼に当たってしまったら、私はバランスを崩して墜落してしまいます。なので、すいません、私の翼触らないでください、カタカナ英語で Please don't touch my wing って言っても残念ながら通じません。100% 通じるクリアな発音で Hey, don't touch my wing、 大声で叫ばないといけないんです。私はどうしたら相手に英語が通じるのか、自分の命を守るために確実に通じる方法を考えてました。私は言葉が通じなくても、一応ハンググライダーという共通な話題のおかげで友人ができました。彼は私の英語があまりにも通じないので、見かねて自分の子供に教えるように発音の仕方をゆっくりと見せてくれたんです。で見よう見まねで同じ口の形を作ると、なんと同じ音が私の口から出たんです。で通じる発音ができるようになると、だんだんと英語が聞き取れるようになってきて、気がつけば英語でコミュニケーションが取れるようになってました。話は少し変わって、私が初めて国際大会に出た時の話です。ハンググライダーの競技というのは、例えば100キロのコースをその日の気象条件に合わせて設定して、上昇気流を捕まえて1秒でも早くゴールした者が勝ちます。大きな大会になると100機以上が同時に飛ぶことがあります。で大会初日、初めての国際大会ですね。大会初日、私は最初の上昇気流が見つからなくて最下位になってしまいました。ちなみに皆さん、上昇気流って何色だと思いますか？いいとこですね。実はですね、無色透明なんです見えないんですね。で次の日に私の師匠である世界チャンピオンが、私が0点を取ったんで見かねて言ったと思うんですが、今日は一緒に飛ぼうって言ってくれたんです。でやったと思いながらですね、で次の日私がテイクオフしようとすると、彼が私にこう言ったんです。いいか、まっすぐ飛んでいくと丘のところに上昇気流があるからって言うんです。あれ、上昇気流見えないよな本当にあんのかなと思って、で半信半疑でテイクオフすると、ちょうどその丘の上でドカーンって強い上昇気流にヒットしたんです。で
おおと思いながら回り始めたら、なんと対角線に師匠がそこにもう飛んでたんですよ。私がテイクオフした直後に彼がテイクオフして、私が回り始めた上昇気流の円にぴったりと乗ってきたんです。で無線で彼がいいか、高度5500メーターまで上昇したらあの山に向かって行くぞ、ほら行け、もう少し右のコースだ、そろそろヒットするぞ、ほらヒットした。そんな感じでどんどん飛んでって、その勢いであっという間に2人で一気にゴールを決めました。なんとその時の私のタイムは200人ぐらい出てる大会なんですが、トップ10に入るタイムだったんです。私の中で何かが大きく変わった瞬間でした。一番になる人は一番になる方法を知っていたんです。2人してゴールに着陸すると、彼が笑顔で私のところにやってきてこう言ったんです。どうだ、簡単だっただろう。もうとっても簡単でしたよ。だってただの一度もミステイクを起こさないで、そのまま上昇気流を効率を捕まえて楽勝でゴールしたんです。もうとっても簡単でした。やっぱり飛んでて分かったのが、私自身がそういう世界一の環境で飛んでいたので、気がつけば21歳の時に、当時、競技を始めて3年目に最年少で日本チャンピオンになることができました。18歳の時に私はハンググライダーのインストラクターになってからいろいろな分野で人を教えてきました。私の教え方の原点っていうのがありまして、それはスカイスポーツなんです。でスカイスポーツと一般的な教育の違いは何だと思いますか？スカイスポーツの場合、教えたことを生徒ができなかった場合、最悪の場合墜落して死亡事故に至るんです。なので生徒の命を守るために知識として教えるのではなく、技術として相手に必ずできるようにしなきゃいけないんです。指導の現場でたまに彼にはセンスがないから難しいねって聞くことありますよね。本当にそうでしょうかと。技術とは些細なことの積み重ねなんです。でその一つ一つの些細なことっていうのは実はとってもシンプルなんです。もし何かに挑戦しできなかった時、できないのはセンスや能力がないからではないんです。そのシンプルなやり方が分からなかっただけなんです。本当の技術とは知識に裏付けられた経験です。で一番になる人っていうのはその一番になる方法を知っていてそれを実践してるんです。私は30年間教え方を研究してきて分かったことがあります。スポーツでも勉強でも仕事でも成し遂げるために必要な技術っていうのはとってもシンプルで分野が違ってもほとんど同じだったということです。専門的な部分があるとしても実はほんの少しでした。言い方を変えれば、もしやり方が分かれば誰でもできるっていうことなんです。私が人を一番にできる理由、これどういうことかっていうと、実は僕今までいろんな選手を育ててきて結構大会で優勝させてるんですね。で最近だとスノーボードのアルペンの競技に出てる子をちょっと一人教えていて、ついこの間ですね北米選手権で優勝しました。でなんで私が人を一番にできるかっていうと、私自身が何一つ人並みにできなかったんです。でこんな自分でも必ずできる方法があるはずだと思ってずっと探してきたんです。でそのやり方を人に教える方法が教え方だと思ってます。物事を成し遂げるためには全てのことを必死になって最高水準まで
こう突き詰めて準備して、そして本番ではこう力を抜いて最高の結果を出す。この一番になるっていう方法をこれからも本気で教えていきたいと思っています。ぜひ皆さんもこれを機会に本気でやり方を探して、で何か新たな挑戦を始めてほしいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。